はい、どうもこんにちは。ともにジャパンです。このチャンネルでは船旅をメインに日本各地のちょっと非日常な旅の魅力をお届けしています。さて、現在私は鹿児島県にある鹿児島中央駅に訪れております。ということで今回はここ鹿児島から奄美大島まで向かう船旅の様子をお届けいたします。実は今回の船旅は3段階構成になっておりまして、まず第1弾として今回の動画であるここ鹿児島から奄美大島、そして第2弾は奄美大島から与論島、そして最後に与論島から沖縄那覇まで3つに分けて船旅を行います。こういった島巡りをする船旅というのは昔から興味があったんですけれども、今回念願かなってようやく動画化することができました。といっても毎週島巡りをするだけの動画だとちょっと視聴者さんも飽きてしまうかもしれないので、途中に、サンフラワーのフェリーなどの、動画も挟んでいこうかなと思っております。ということで早速奄美大島までの船が出ている鹿児島新港に向かっていきましょう。鹿児島中央駅から鹿児島港までバスも出ているみたいなんですけれども、現在の時刻が午後2時45分、鹿児島港を出港する時間が午後6時となっておりますので、せっかくなので歩いて向かっていこうかなと思います。実はこの日は国民的なアニメである名探偵コナンの映画が公開された日でして、私ちょっと早めに鹿児島中央駅の方に到着していましたので、せっかくなのでね、公開日に見てきてしまいました。結論から言うととっても面白かったですね。今回の映画は毛利小五郎が主役として広告が打たれていたかなと思うんですけれども、いやーもうとってもかっこよくてずっとテンションが上がってしまいましたね。名探偵コナンもとても面白かったんですけれども、今年は鬼滅の刃の映画が公開されるとしてもありますので、そちらもとても楽しみですね。少し映画の話をしすぎてしまったかなと反省しているところで、鹿児島新港の方に向かっていきましょう。鹿児島中央駅から鹿児島新港までは徒歩でだいたい40分から50分ぐらいといったところでしょうか。荷物が多い方だとちょっと歩いていくのは大変かもしれないですけれども、私ぐらいの荷物の重さだと十分に歩いていける距離かなというふうに思っております。ちなみに私が今回持っている荷物のサイズはと言いますと、40リットルが入るリュックサック1つとなります。重さはどうだろう、だいたい8キロ前後ぐらいといったところでしょうかね。もちろんスーツケースも持ってはいるんですけれども、こういった一人旅ですとリュックサックの方が融通が利きやすいので何かと便利かなというふうに思っております。だいたい40分ぐらい歩いた頃でしょうか、少しずつコンテナの姿が見えてきました。奥に見えているのは桜島ですかね。とても迫力があります。ここまで来てしまえばフェリーターミナルはもう目の前ということになりますので、ラストスパート頑張って歩いていきましょう。ちなみに並んでいるコンテナはと言いますと、本日乗るマルエイフェリーのものが非常に多く見受けられました。ということで鹿児島港フェリーターミナルの方に到着いたしました。鹿児島中央駅を出発してからおよそ45分で到着です。すぐ隣が倉庫になっているためか、コンテナがずらりと並んでいます。周囲の様子はと言いますと、パチンコ店が1店あるくらいでしょうか。ターミナルの中に入る前にせっかくなので本日乗船するフェリーあけぼのの姿を見に行きましょう。ということでこちらが本日乗船するフェリーあけぼのになります。本当はもっと目の前まで行きたかったんですけれども、関係者以外立ち入り禁止という札がありましたので、こちらで我慢となります。ちょうど貨物コンテナが船に積載される様子を見ることができましたので、ぜひ皆さんもお楽しみください。日常生活をしているとあんまりこういった貨物の流れというのは実感する場面少ないかなと思うんですけれども、いざこうやって見てみると、やっぱり私たちの生活というのはこういった働いてくれている方々のおかげで成り立っているんだなというのが感じ取れますね。ということで鹿児島新港フェリーターミナルの方に入っていきましょう。この鹿児島新港フェリーターミナルは3階建ての建物になっておりまして、待合所は3階になっております。
ここ1階は管理事務室などがある階となっておりますので、早速2階の方に向かっていきましょう。ということで2階に到着いたしました。2階からは外に出られるようになっておりまして、停泊している船を眺めることができるようになっております。ということで早速向かっていきましょう。改めてこちらが本日乗船するマルエイフェリーのフェリーあけぼのになります。総トン数は8083トン、全長は145メートル、旅客人数はなんと678人となります。全長約200メートルのサンフラワー紫の旅客定員が716人ということを考えると、非常に多くの人を乗せることができる船というのがわかるかなと思います。ちなみに隣にはマリックスラインのクイーンコーラルクロスという船が停泊をしておりました。こちらのクイーンコーラルクロスの船旅はまた別の動画でお届けいたします。ということでターミナルの中に戻り3階に向かっていきましょう。ということで3階に到着いたしました。3階は待合室ということもあり、非常に広々としたスペースになっております。出港の時間までおよそ2時間ほどの時間があるんですけれども、思ったより多くの人がすでに待合室の方で乗船を待っているなと感じました。待合室には売店もあるんですけれども、この時間は営業しているのはどうやら2店舗だけのようです。乗船前にこちらのカウンターで乗船申込書というものを記載する必要があります。こちらの申込書は乗船する人全員が記入をしなければならないので、私も記入をしてこちらのカウンターの方へ提出していきます。ということで無事にチェックインが終わりまして、こちらの乗船券をいただきました。こちらの乗船券は乗船時はもちろん必要なんですけれども、下船時にも必要となりますので、なくさないように管理保管をしておきましょう。あっという間に時間が経過し、乗船の時間になりました。先ほどより待合室の人もさらに増えて、とても賑やかな雰囲気になっております。ということでターミナルから外に出まして、乗船口に向かっていきましょう。ふとフェリーあけぼのを見てみると、すでにコンテナの積み込みは終わっているようでした。このフェリーに向かって歩いている時間というのはやっぱりとてもワクワクする時間ですね。こちらの乗船口でチケットを確認してもらいます。チケットを確認してもらった後は連絡機を渡っていざ船内に向かっていきましょう。ということでフェリーあけぼの乗船いたしました。船内に入ると2008年就航の船ということもあり、少しレトロな雰囲気のエントランスホールが我々を迎え入れてくれます。ということで本日利用させていただく客室の方にまずは向かっていきましょう。客室はエントランスホールを船首側に向かったところにあります。こちらが今回の船旅で利用させていただく二等和室 C の1になります。早速中に入ってみましょう。部屋の中に入ると見えてくるのは床一面に敷き詰められた布団の数々。あまりにも多くの布団が敷き詰められているためか、ほとんど床が見えなくなってしまっていますね。土足禁止となっておりますので、靴を脱いで今回利用させていただくスペースに向かっていきましょう。ということでこちらが今回の船旅で利用させていただく33というスペースになります。このチャンネル恒例の部屋紹介といきたいところではありますが、利用できるのは四角いクッションと毛布1枚のみとなっております。ちなみに荷物は各自のスペースの上にこのように載せる形になっております。コンセントも1人につき1ずつあるわけではありませんので、人によっては注意が必要かなと思います。私もこれまで何回も船旅をしておりますので、こういった個室じゃない雑魚寝の船旅というのは何回も経験をさせてもらっているんですけれども、ここまで個別のスペースが少ない雑魚寝の経験は初めてとなりますね。今の季節は春なんですけれども、これが夏のシーズン、
ピークシーズンとなりますともっと多くの人が溢れるんでしょうね。私の場合はこのように撮影もさせてもらっておりますので、やっぱり夏じゃなくて春を選んでよかったなと個人的に感じております。ということでエントランスホールの方に戻ってまいりました。まだ乗船が始まったばかりの時間帯ということもありまして、船内非常に混雑している様子がわかるかなと思います。エントランスホールには航路の一覧が掲載されておりますので、何時にどの港に到着するのかというのが一目でわかるようになっているのが嬉しいポイントです。フェリーあけぼのの旅客エリアはここ4階から6階までとなっておりまして、案内所や船内ショップ、レストランなどのメイン施設はここ4階に集まっております。ちなみに案内所はすでに営業を開始しているんですけれども、船内ショップとレストランはまだ出港前ということもあり営業前の状態でした。それでは中央の階段を上り、いざ5階の方に向かっていきましょう。5階は広めのパブリックスペースとなっておりまして、多くの人がゆったりとした船旅を楽しむことができるようになっております。また5階の客室には今回私が乗っているランクの2等和室の他にも通常の個室や特等室が用意されております。いつかこういった特等室にも乗ってみたいなとは思っているんですけれども、なかなかちょっと予算の方がね難しいというところで残念ながら乗れずじまいとなっております。こちらのフェリーあけぼのなんですけれども、残念ながら大浴場はありません。その代わりにシャワー室というものが用意されておりまして、こちらのシャワー室は出港してから那覇到着1時間前まで利用することができます。もちろん男性用女性用それぞれありますのでご安心ください。ということでこちらのフェリーあけぼの、あらかた船の設備施設の紹介も終わりましたので、5階エントランスホールから展望デッキの方に出てみましょう。今いる5階から階段を上って6階に上がってみますと、目の前にはマルエフェリーのファンネルが見えてきます。現在の時刻は夕方の5時45分なんですけれども、暑くもなく寒くもなくとてもいい気温を感じることができます。日本は四季が素晴らしい国なんて言われているんですけれども、最近はだんだん春と秋が短くなっているような感覚、皆さんも味わっているんじゃないでしょうか。特に今年の3月後半くらいですかね、急に暖かくなって春が来たなって思ったらまた寒くなってアウターを着てなんて日々が続いていたかなと思います。私の家の近くに桜の木があるんですけれども、その桜もなんかちょっとかわいそうになるような形で咲いたり散ったりっていうのを繰り返していましたね。ということで展望デッキで景色を楽しんでいたんですけれども、あっという間に出港時刻6時になりました。ふと下の方を見てみると、ちょうど車両用のタラップが収納されている様子を見ることができました。タラップの収納が完了した後はロープの巻き取りが行われています。ロープの巻き取りが完了した後はエンジンの低い音と軽い振動が体に伝わってきました。鹿児島新港を出港します。この出港する瞬間というのはやっぱりいつ見てもワクワクしますね。ターミナルの方を見てみると、従業員の方が我々に向かって手を振ってくれていました。こういったお心遣い、とても嬉しく感じちゃいます。それでは鹿児島新港からの出港の様子お楽しみください。少しずつ鹿児島の大地が離れていく様子を見ると寂しさもあるんですけれども、やっぱりそれ以上にワクワクというのも感じることができるかなと思います。出港時間が夕方ということもありまして、ちょうど綺麗に夕日を眺めることができました。夕日が反射している水面もとても綺麗ですね。ところで私は出港や到着の様子を早送りにして動画にすることが多いんですけれども、皆様はどのように感じていらっしゃいますでしょうか。出港や到着の様子はできれば全部動画にしたいなというふうに考えているんですけれども、
そのまま動画にしてしまうとどうしても間延びをしてしまうので、動画としてはちょっといまいちになってしまうんですよね。ただ画面の流れがどうしても速くなってしまうので、人によっては画面酔いをしてしまうんじゃないかなといったような心配も少ししております。少しでも視聴者の皆様に船旅の様子を楽しんでもらいたいなというふうに思っておりまして、日々試行錯誤しておりますので、ぜひコメントにて感想やご意見お聞かせください。ということで船内に戻ってまいりました。出港したばかりということもありまして、船内はまだまだ賑わっている様子がわかるかなと思います。4階の方に戻ってみますと、売店が営業をしておりましたので、早速売店の方に入っていきましょう。売店ではお菓子やカップヌードル、アイスはもちろん、ふとした時に欲しくなる日用品やマルエフェリーのオリジナルグッズなんかも販売しておりました。他にも薩摩の英雄西郷隆盛をパッケージにしたお菓子やアルコールをはじめとするドリンク類なんかも販売をしております。ということで、私が船に乗ったら必ず購入をする一品5000円を無事に購入することができました。フェリーあけぼのの5000円は色使い鮮やかなとてもカラフルなものになっています。その反動のためでしょうか、他の船の5000円と比べるとかなり薄くなっておりますので、折り曲がってしまわないようにクリアケースで大事に保管をしておきましょう。無事に5000円も購入できましたので、営業を開始したレストランに向かってみましょう。レストランの営業時間は6時40分までと少し短いので注意が必要です。レストランの中に入ってみますと、案の定と言いますか、混雑している様子がわかるかなと思います。注文は食券スタイル、1万円札と5000円札は使えませんので注意が必要です。少し悩んだんですけれども、今回はカルビ丼を注文してみました。食券をスタッフの方に渡して少し待つことになります。もちろん調味料や紙ナプキンなどのカトラリー、無料の飲料水も用意されているのでご安心ください。ということで約 2,3 分後、無事に料理を受け取ることができました。男子たるもの、やはり肉を食えというところでこちらのカルビ丼です。ちなみに割り箸はマルエフェリーの特別仕様となっておりました。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ただ少し量が物足りないなというふうに感じてしまいました。私がよく食べる方なのでそのように感じてしまっているだけかもしれませんね。ちなみに食べた後の食器はこちらの食器返却口に返却する必要があります。恥ずかしながら私はレストランを出た後に気がついたんですけれども、実はレストランの中に自動販売機というものもありまして、こちらで炭酸水を購入いたしました。せっかくなので海を見ながらリラックスしたいなというふうに思っていたところ、運よく一席空いている席を発見しましたので、こちらでリラックスしていこうかなと思います。船内の雰囲気はこんな感じ、まだまだ賑わっていますね。ということで気がついたら私のカバンの中に入っていたお菓子と炭酸水を楽しみたいなと思います。この言い方だとなんだか万引きしたように聞こえちゃうかもしれませんが、ちゃんと売店で購入したものです。ご安心ください。ちなみに肝心の客室の方なんですけれども、幸いあまり人はいないようでした。あっという間に時間が経過して時刻は夜9時となりました。おいともに時間経過しすぎだろうと思われた視聴者の皆様、大変申し訳ございません。先ほど部屋の紹介をさせていただいた時にお伝えしました通り、一人一つのコンセントがないんですよね。そのためカメラの充電が切れてしまっておりまして、今ようやくカメラの充電が完了したところです。この時間になると少し静かになってきたかなと思うんですけれども、それでもまだまだ多くの人が起きて船旅を楽しんでおります。ちなみに案内所や売店はすでに営業を終了しております。奄美大島の名瀬港への入港予定は朝4時40分。せっかくの船旅なので早めに寝ちゃうのは
少しもったいないなとも感じていたんですけれども、さすがに寝坊するわけにはいかないということで、早めに部屋の方に戻っていきましょう。ちなみに部屋の方はすでに消灯をしておりまして、ところどころ寝息やいびきなんかも少し聞こえてきたりします。そういった環境音っていうんですかね、そういった部分はもう割り切ってしまう他にありませんので、各自で耳栓やアイマスクなどの準備を怠らないようにしましょう。ということで、今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。はい、おはようございます。なんとか無事に寝坊せずに起床することができました。といっても、実は寝坊をするちょっと直前まで来ておりまして、船内のアナウンスで起床することができたというような状況でございます。もし船内のアナウンスがなかったらと思うと、ちょっと怖くなりますね。このフェリーあけぼのは、私が下船する奄美大島に到着をした後も那覇に向かって航海を続けるんですけれども、どうやら私の周りにいた乗船客の方々はこの奄美大島で下船する人が多いように見受けられます。ということで、下船に向けて荷物を持ってエントランスホールにやってきました。エントランスホールではすでに多くの人が下船の時間を待っています。私もこのままエントランスホールで下船の時間を待ってもよかったんですけれども、まだ少しだけ時間があるというところで、せっかくなので展望デッキの方に出てみたいと思います。まだ4時台というところもあって、太陽は全く昇っておらず、空はまだ暗い状態でした。ということで、こちらが奄美大島の名瀬港の姿になります。真ん中にある大きなライトが名瀬港全体を照らしてくれています。ふと下の方を見てみると、ちょうど名瀬港からの連絡橋をこのフェリーあけぼのに接続しているところでした。そろそろ本格的に下船の時間も近づいてきておりますので、船内の方に戻って下船の時間を待つことにしましょう。鹿児島を出発してからここ奄美大島まで船に乗っていた時間はおよそ11時間といったところなんですけれども、あっという間の11時間でしたね。どの船旅でもやっぱり感じるんですけれども、この下船を待つ時間というのはなんだか寂しさも込み上げてくる瞬間なんだなというふうに感じております。特に今回の船旅は大浴場がなくて、代わりにシャワーが用意されていたり、一人に一つずつのコンセントがなかったりしたので、少し大変だったなとは思うんですけれども、それはそれで終わってみたらいい思い出になりました。ということで、下船の方も始まりましたので、私もこの列に並んで下船をしていこうかなと思います。なくさないように保管していた乗船券をスタッフの方に手渡してエスカレーターを下っていきます。そのまま先ほど接続作業をしていた連絡橋を渡って名瀬港フェリーターミナルの方に歩いて向かっていきましょう。歩いてる途中、後ろを振り返ってみると、私たちをここまで運んでくれたフェリーあけぼのの姿を見ることができました。ということで、引き続き暗い中連絡橋を渡って名瀬港フェリーターミナルの方に歩いて向かっていきましょう。フェリーあけぼのからだいたい50メートルから100メートルくらい歩いた先でしょうか、名瀬港フェリーターミナルに到着いたしました。早速中に入っていきましょう。フェリーターミナルの中に入ってみると、すごい広々としたスペースが目の前に広がっております。少し気になったのが、こちらの密漁盗掘防止強化中の上りですかね。もし私が普段の旅の中で見逃しているだけだったらちょっと恥ずかしいんですけれども、あまり本州では見かけないものかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。そんなことを考えているうちにフェリーターミナルの出口に到着いたしました。フェリーターミナルの外観はこんな感じ。少し古いですけど大きな建物ですね。ということで、本日私が宿泊する予定のホテルである奄美ポートタワーホテルに歩いて向かっていきましょう。ここから徒歩で4分ということなので、すぐに到着できるかなと思います。
早朝にもかかわらず結構車も走っているんだなと思っていたんですけれども、この車たちおそらくフェリーあけぼのから降りてきた車ですよね。私は車を所持していないのでちょっと今は難しいんですけれども、いつか夢のマイカーを購入することができたのであれば、マイカーと一緒に船で日本一周なんていうのもちょっと面白そうだなというふうに思っております。今のところすぐに車を購入する予定はないので、直近での実現はちょっと難しいんですけれども、もし車を購入した際は動画化してみようかなというふうに思っておりますので、その時を気長に待っていただけるととても嬉しいです。ということで本日宿泊するホテル、奄美ポートタワーホテルに到着いたしました。本来であればこんなに朝早くからチェックインをできるホテルっていうのはなかなかないと思うんですけれども、こちらの奄美ポートタワーホテル、なんとフェリーの到着時間に合わせてアーリーチェックインをすることができるんです。アーリーチェックインのためには前日までにホテルに電話で確認をする必要がありますので、もしこちらのホテル宿泊してみようかなと考えている人はご注意いただけると幸いです。ちなみに男性限定ではあるんですけれども、ホテルに宿泊しない人でも朝6時30分から大浴場に入ることができるサービスも実施しているようです。ということでアーリーチェックインも完了しましたので、お部屋の方に向かっていこうと思います。本来であればこの辺りで動画を終わりにしようかなといったところではあるんですけれども、せっかく奄美大島の方まで行っておりますので、もうちょっとだけお付き合いいただけると幸いです。ということでこちらが今回宿泊させていただくお部屋になります。まあよくあるビジネスホテルといったような感じですかね。十分に休むことができるかなと思います。さすがに早起きでまだ眠たいので少し寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。少し疲れが溜まっていたんですかね。あっという間に時間が過ぎて気がついたらもうお昼になっておりました。今いるこの場所は名瀬港大橋という場所でして、奄美ポートタワーホテルから徒歩でおよそ12、3分といった場所に位置しております。それにしてもさすが奄美大島、とても綺麗な景色ですね。事前の予報だと曇りのち雨となっておりましたので、少し天気が心配だったんですけれども、ありがたいことに青空も少し見えているといったような天気になりました。私はというと特にこれといって予定を入れていなかったので、奄美大島をブラブラと散歩してみようかなというふうに思っております。ところでこのチャンネルは船旅をメインに動画をお届けしているんですけれども、今回のように船旅の前後の様子を動画にするというのはいかがでしょうか。視聴者様にとってはやっぱり船旅を見に来てくださっているという方が一番多いかなと思っておりますので、あまり必要ないかなとも思っているんですけれども、もしそういった船旅の前後の部分ですね、動画化してほしい、もしくはいらないといったご意見ありましたらコメントにて教えていただけるととても嬉しいです。ということでブラブラ散歩していたんですけれども、どうやらイオンの前まで来てしまいました。せっかくなので中に入ってみましょう。いやー、なんていうか見慣れたイオンですね。少し変わっているかもしれないんですけれども、私プライベートで旅行をするときなんかは、その旅行先で時間が余ったりしていると、その旅行先のイオンに訪れてみて、私の住んでいる場所のイオンとどういった部分が違うのかななんて比較をしてみたりしちゃいますね。まあイオンは皆さんご存知の通り全国にある超大規模スーパーチェーンですので、大体の部分はあまり変わらなかったりするんですけれども、惣菜なんかはその土地によってちょっと変わったものがあったりするので意外と面白いですよ。そしてこちらのイオンで見つけた中で一番ちょっと欲しいなと思ってしまったのがこちらのビールですね。こちらの黒いラベルのビール、サントリーから発売されているマスターズドリームというビールになります。
動画の撮影中はあまりお酒を飲まないようにしているんですけれども、普段は結構お酒を飲みますね。少し迷ったんですけれども、まだお昼時ということもあり、この日は炭酸水を購入しました。イオンから外に出てみると、予報通りと言いますか、雨が降ってしまっておりました。私はこの時傘を持っていませんでしたので、少しもったいないなとは思いつつも、タクシーを使ってホテルの方に戻っていこうかなと思います。ということで、今回の動画はここまでになります。このチャンネルでは毎週金曜日に船旅をメインとした旅行の動画を投稿しておりますので、よろしければチャンネル登録や高評価、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。